ケイラは神の存在を信じるか？意図高きところに座したまま全てを見通し、人知の及ばぬ力を振るう何者かがいると思うか？私は神を信じている。いや、実感として知っている。これは現実的な話であり、故に宗教とは関係ない。極めて単純、明快な理屈だ。この世には勝者がいれば敗者がおり、支配する者とされる者がいるのだから、それを突き詰めていけば自明だろう。登り続け、高め続け、全てを超越して達する至高の座。そこには神羅万象の覇者がいるのだ。つまり人は生きながらにして神へとなれる。それが私の知る世界の真実だが。そうだが、しかし上には上があるという言葉は知っていよう。神の座は紛れもない頂点だが、絶対不変のものではないのだ。神へなる道は覇者の道。先ほど我が友が言った通り、それは修羅の断りに他ならん。誰もが上を目指せる以上、神になれる人間は一人にあらず。極めて少ない数だがね。それでも悠久の宇宙には稀にそんなものが現れる。そして現れたらどうなるか。頂点は常に一つ。頂に達する力を持った者が複数いれば、当然の成り行きとして座の奪い合いが発生する。結果、敗れた者は消えていくのだ。栄枯盛衰。ケイラの知る人の歴史がそうであるように、神の歴史もそこは変わらない。神羅万象は神の代替わりを繰り返しながら続いてきたのだ。私たちはその当事者。すでに敗れ、座から退場した過去の法則、古き宇宙だ。故に思う。はて、なぜ今我々はここにこうしているのだろうか。もはや唐の昔に滅びたはず。私は私の最後を覚えているが、一体どうして？つまりこういうことだろう。上には上が存在する。俺たちが頂点だと認識し、かつて奪い合った座は思考じゃなかった。考えてみれば当たり前のことかもしれない。だって私たちは必ずしもその座を望んだわけじゃないから。もともと神の座を知っていて、神になることを目指しながら走った人は歴代でもきっと少ない。私がそうであるように、ほとんどは結果論だったんじゃないかと思う。俺たちは神なんか知らず、なりたいともなれるとも思わず、ただ目先の問題に抗っただけだ。自分や自分が大事にしている誰かや何かのために頑張って、力の限り戦って、気づけばそうなっていたに過ぎない。そしてその時に知らされる。ここには一つしか席がないんだということを。すでに先客が座っているからどかさないといけない。同時に達した奴がいるなら覗かないといけない。そうしないと消えるのは自分だ。いやおうもないだろうと。ルールを強制された。それっておかしいことだよね。真実、神の座が全ての頂点だと言うんなら、ルールは自分が決められるはずだろう。一番上にいる奴が何かに従わされるなんて理屈に合わない。マリーはそれでもかなり特別にうまくやった方だと思うが。大きな意味でのルールには逆らえなかった。神の座は代替わりを繰り返すという決まりを超えることはできなくて、新しく生まれてきたあの子を前に
俺は私は死んだはず。そうだ。我々は滅びた。なのになぜ今ここにいる？というより、ここはどこ？円卓？いや、マンダラ？セフィロト？なんだここは。俺たち以外にも誰かいるぞ。真が無惨、明星、水銀、黄金、黄昏、刹那、波順。今のところは8人か。これじゃ少し足りないな。最低でもあと2人は欲しいところだ。誰だお前は。姿を見せろ。見せてるさ。だがお前らにはわからないだけだろう。いろいろと作りが違ってるんだよな。どういうこと？つまり我々から見て K が巨大すぎるからという理屈かな。上には上がいる。私たちの認識など井戸の蛙と言いたいわけか。さてどうだかね。強いだ弱いだ、でかいだ小さいだにこだわるのはお前ら特有の価値観だ。俺をそういうのに当てはめるな。奈良かはそんなんじゃねえんだよ。作りが違うから説明できねえ。いずれはお前らに分からせないといけないんだが、俺もまだまだ途上でな。変換作業に苦労してる。つまり黙って待ってろっていうことだよ。何を言ってる？お前は一体。奈良か。それがあなたの名前なの？言ったろ。黙って待ってろ。あと2人、お前らのお仲間が増えるまでな。なるほど。興味深いな。K は波動心を集めているということか。見れば確かに我らの他にも4人いる。真が、無惨、明星といったかな。それにハジュン。そんな、あの子まで、どうやって？驚異的だな。元より複数同時に存在できぬ波動の神を8人も。中でも連隊とは最も遠いハジュンすら縛り付けるか。いや、縛るなどという表現自体、K に言わせれば作りが違うか。さあね、今はそっちで勝手に理屈をつけてな。待つのが苦手なら暇つぶしにちょうどいいだろう。そうだが、どうするね、彼。是非もあるまい。ここは言われた通りに施策で武量を慰めるしかないようだ。まずはやはり滅びたはずの我らがどうした理屈で存在しているのかを考えよう。さっきから喋ってる人が生き返らせたんじゃないの？無論大きな意味ではそうなのだろうが、私はこれを復活と呼ぶことに違和感を覚えるのだよ。察するにそういう仕組みだったのではないか。ほう。つまりこうなるのは初めから決まっていたってこと？おそらくね。ともあれ君に再び会えたことは嬉しいよ、マルグリット。他にも懐かしい顔がある。そこに座っておられるのは私の先代だった御仁だよ。明星だったな。であれば彼を殺したのは K ということになるな。気分的に平気なのかと？今更な話だろう。元より波動の神同士は不具大転。居心地が悪いのは私と彼に限った話でもあるまい。それにあと2人ここに来るって言ってた。ねえレン、だったらその人たちは？ハジュンを倒したやつとさらにそいつを倒したやつってことだろうな。合わせて10人揃えば
俺たちを集めた奴の準備が整う。そして何かを始めるつもりだ。どうせろくなことじゃないのは分かってる。何せメンツがメンツとでも言いたげだな。当然だろう。ならか、もう面倒だからそう呼ぶが、俺は奴の都合になんか付き合わない。けどそれはどっちにしろ我々が一種協力せねばならんという点は変わらんか。面白いな、面白い。かつては想像もしていなかった展開だ。なんとも堅能でかつ絢爛なパンテオンだよ。パンテオン？万神殿、すべての神々、つまり私たちの総称だな。とはいえまとまりなど期待できんが、集団である以上は頭を決めておかねばなるまい。K がやるかね。レンがやる？ご冗談を勘弁してくれ。だったら誰が？それは無論一番の年長者に頼もうではないか。この神座という世界の始まりを生んだ初代の神ゼロを知る者、おそらくは彼女こそが御身に最も近しい存在だと推察するが、奈良か殿。ああ、そうだな。これは最初から決まってたことだ。お前らの頭となり率いるのは神だ。名前はミトラ。俺の女だ。始めよう宴を噛みつく目にえぐりつぶされ嘲笑われても歪んだ神の世界で奏でる快楽のオペラにささやきかける黒い魂よ